走らせていくぜ。今回はこの80年代肉バギーの3台でやっていくよ。タミヤ市場でもかなり初期の構造を持つ82年登場のファイティングバギー、そして翌年の83年に登場したマイティフロッグ、そこから2年後の85年ホットショットと近いコンポーネントで生まれたフォックスということで、今回は80年代の中でも初期の復刻モデルをいつもな感じで走行比較やっていこう。最高速度、スラローム、ジムカーナー、本当はジャンプもやりたいんですけど、ファイティングバギーがちょっと不安なので、やるかやらないかはわかんない。まあいいや、とりあえずやっていこう。ではまずは丹精込めて塗ったファイティングバギー。バッテリーは指定のものじゃなくて他のと合わせるために長いのを積んでます。さあ何キロ出るかな、行ってみましょう。それでは行くぞ。それでは結果を見ていきましょう。こちら、タイムが 4.19 秒で最高時速が28キロ。結構出るね。でもこのグラフ見るとスピードはもうちょっと伸びそうな気もする。まあでもひとまずね、0から25メートルの結果ということで、これでよしとしましょう。では次。では続きましてマイティフロッグ。これもね全部塗りなんですよ。でウィングは最近のマイブームで吊り下げてます。さあ何キロ出るかな、行ってみましょう。それでは行くぜ。あかん、もう一回。予想以上にトラクションがかからんかったということでね、気を取り直しまして2本目行くぜ。それでは結果見ていきましょう。こちら、最高速度が31キロ、タイムが 3.99 秒。超えてきたね。ただ結構慎重にスロットル入れないとゼロスタートはちょっとね難しいかも。でもいい結果だね。じゃあ次。じゃあ3台目、この中で一番新しいとはいえ85年のフォックス。これもね数字以外は塗り。いやーかっこいいね。何キロ出るかな、行ってみましょう。それでは行きます。それでは結果見ていきましょう。こちら、最高速度が27キロ、タイムが 4.69 秒。まあまあ想像通りな感じかな。でもこれが一番使いやすかったな。他の2台は正直スラローム不安だもんね。ということで次の種目行ってみましょう。それでは第2の種目、スラローム。フォックスから行ってみようぜ。もう一回。むずいわ。次行こう。警戒だぜ。不安しかないな。行ってみよう。思った
たよりいける。でも早いからタイミングだけめっちゃシビアだね。まあまあまあ、細かいところは帰ってから。ということで次行ってみよう。やばい、全然ステアリング切れ。これいけるんかな。やってみよう。なんともならんわ。難しい。いやー、なんともならんね。でもたまにうまくいくね。これもね、帰ってから語りたいね。ジムカーナ的な感じもやってきますか。今回は結構車が難しいので簡単なコースにしてみました。ただしアップダウンありということで、フォックスでコース説明していきます。ここからスタートいたしまして、1つ目のパイロンで回りきれない、ぐるっとねサブロクターンをしまして、そしてこの丘を登っていきます。で下ってゴールすると。かなり短めなコースではあるんですけど、パイロンタッチは1秒加算、ゲート破壊は2秒加算するスタイルでやっていこうと思います。じゃあまずはフォックスからいってみましょう。それでは3、2、1、GO！やっちゃった。いい感じだったのに。まあタイムは帰ってまとめるとしまして、次の車行ってみましょう。それではちょっと不安のあるファイティングバギーも行ってみましょう。3、2、1、GO！ あもう一回行きましょう。もう一回。それでは気を取り直しまして、3、2、1、GO！なんとかパイロンタッチ、ゲート破壊なしで帰ってこれましたね。でもめっちゃしんどいこれ。じゃあ最後大本命のマイティも行ってみましょう。さあ最後行きましょう。マイティフロックならもうちょっと攻めれそうな気がするね。それでは3、2、1、GO！ ピーキーすぎた。もう一回行きましょう。3、2、1、GO！ だいぶいいんじゃない？ちょっとサブロクがしんどかったけど、だいぶ良かったんじゃないかな。気になる結果の方はお家の方でまとめていこうと思います。いやー楽しかった。てかマジでむずいわ。今まで走らせてきたマシンたちはすごい走らせやすかったんで、ちょっと油断してましたね。これを楽しく走らせてた当時の少年少女たち、すごいわ。めっちゃうまいと思う。ということでね、お家帰ってまとめましょう。はい、帰
帰ってきましたよ。今回は難儀しましたね。マジでビビるレベルの難易度。面白かったな。ということでまずは最高速度ですね。今回はゼロスタートの25メートルで計測したんですけれども、一番速かったのはギア比 6.7 対 1&1305g っていうハイギア&軽量っていうところが効いてるのか、やっぱりマイティフロックが最速でしたね。ただ、ゼロスタートでフルスロットルにすると、全然リアが食わなくてどっか行っちゃうので、なかなかのじゃじゃ馬っぷりでしたね。で、今回最高速で最もおとなしかったのは想定通り、ギア比 7.25 対1のフォックス。これは納得なんですが、何気に興味深いのは、ファイティングバギーなんですよね。これ、ギア比的には最速の 6.5 対1なんですが、重量もあるので、このタイム&速度なのはわかるんですけれども、気になるのはこの速度のグラフの最後のとこ。まだ伸びようとしている。この重量に対して最高速寄りのギア比にしてたので、加速が鈍いものの、もう少し長距離で計測すると、実はまだ伸びる可能性があるかもっていうですね、これは改めて検証したいところ。ひとまず今回の25メートルではマイティフロックが圧勝っていう感じでしたね。そして次にスラロームなんですけれども、過去一苦戦したスラロームでしたね。私の予想ではここでフォックスが輝くと思ってたんですが、何気に難しくてですね、タイヤのせいなのかもしれないんですけど、結構テールハッピーな感じなんですよね。ステアに対しては思ってたよりも素直に反応してくれて、車の向きはちゃんと変わるんですけど、変わりすぎる。ステア入れて向きが変わり始めてフロントが食いましたってなった時にはもうリアがものすごい勢いで流れてるので、そこで判断してたら間に合わなくてですね、なるべく小さいターンをしようとするときは完全に予測でステアを当てていくしかないんですよね。で、なんとか対処はできるんですけど、問題はスロットルの入れ具合。立ち上がりでビビってスロットルを入れずにいるといつまでもスライドが止まんないんですよね。で、ってスロットル入れるとまたバイーンって巻いちゃうので、めっちゃ繊細に適度なスロットルを入れるとトラクションがかかってスライドが落ち着くんですね。その適度がピンポイントすぎてめっちゃ難しい。でもそれが決まると狙ったところにちゃんと入っていくので、このマシンを極めた時にはスロットルワークの鬼になれそうですね。で、次にファイティングバギーなんですけれども、もうね、なんともならんのですよ。諦めましたね。まずね、笑えるほど初期から曲がらないんですよ。でもスロットルオフにすると本当に一瞬だけフロントが入る瞬間があって、そこをつかめるとリアが巻いてきていい感じの旋回ができるんですけど、そのフロントが入る一瞬っていうのがですね、視認できない。なのでもう目視は捨てて、左手と右手のタイミングの合わせ具合でその一瞬を探っていく感じで頑張るとフロントを入れれるようになるんですけど、そこから降りかかってくるのがノンデフの試練。もっとガツンとトラクションかかるやろって思ってたら、がっつり書いてそのままスピンっていうですね、これまた繊細なスロットルワークが必要なんですよね。でもフォックスとは少し傾向が違ってて、フォックスはスロットルの入れ方に繊細さが必要なのに対して、ファイティングバギーの場合はスロットルのタイミングが重要って感じでしたね。これはもう素直にボールデフ入れようと思いました。で、マイティフロック。最高速計測の時にすでにピーキーさを感じてたので、一番不安だったんですけど、いざやってみたら一番気持ちいい。ステアに対して機敏に反応して向きが変わるのはすんごい早いので、切り返しとかスロットルのタイミングはシビアではあるんですけど、常にリアに主導権がある感覚で結構ガバッとスロットル入れれるんですよね。なのでタイミングさえ合えばパキッと切り返してズバッと加速できてとっても気持ちいい。でも一度振られて反射的にカウンター当てるとステアに対して反応が良すぎて確実にタコります。いいじゃんと思って欲張ると容赦なく裏切ってくるので、なかなかドライバーに対して挑戦的なマシンな感じでしたね。そして最後にジムカーナですね。正直スラロームの結果からマイティフロックかなと思いきや、マイティスライドアングル維持できない。全体的には軽快で速いんですけど、サブ6で大きくタイムロスをしちゃった感じですね。結果12秒91。ファイティングバギーはサブ6がきついのプラス山の上でも強烈なアンダーでえらい大回りになってしまって置きに行く走りしかできず、結果13秒65。そして繊細なスロットルコントロールを要求してくるフォックスですが、要のサブ6で比較的安定した旋回ができて大きくリードしつつ山頂のターンも無難にいけたと思いきや、着地で安定感を失い痛恨のゲート破壊。せっかく12秒32っていう圧倒的なタイムを出したけれども2秒か3
間で14秒32。ということで今回のウィナーはマイティフロッグさんに決定したいと思います。最高速、加速度、運動性能と総合的に見てもやっぱりマイティフロッグが一番軽快でフレンドリーな感じがしましたね。でもリアタイヤだけで回すると素直な操作性でフォックスの方が優位に立つ可能性もあるかもっていう感じ。ファイティングバギーはなんかもうそういうのどうでもいいかな。かっけえもんって感じですかね。個人的にはフォックスに可能性を感じてる部分がありつつ、ボディがすぐ傾いちゃうのをなんとかしてかっこいい姿をまた改めて映したいなっていうのと、ファイティングバギーはボールで吹かしてもっと走れるようにしてあげたいですね。とはいえ難しいんですけれども、このまま走らせ続けてたらマシンコントロールの引き出しがいろいろ増えそうな気がするので、またじっくりとですね楽しませていただこうと思います。ということで今回はここまで。あました。終わりー。